緊急です。本当に緊急です。皆さんこんにちは。もうね、18日お昼の12時にワンパクトのメンバー全員写真公開されました。もう本当にワンパクすぎる。本当にこれはちょっと緊急だなっていうふうに思いまして、緊急で、何回緊急って言ってるんだろう。動画を回させていただきました。まあね、J さんが最後のメンバードーン公開みたいな感じになったわけじゃないですか。まあ、ね、きっと J さんなんだろうなっていうふうには思ってはいたけれども、やっぱ改めてね、こう写真で J ドーンみたいな感じになるともう本当に最高みたいな感じになったわけですけれどもね。でもさ、J さんさ、ソロアルバムも本当に素晴らしかったじゃないですか。もうソロデビューした何時間か前までショーケースしたけどね、ショーケースの動画が映像に流れてたけどね、みたいな。その後に、まあ、このワンパクトでそのデビュー、もう一緒にグループやっちゃうよみたいなのってマジで新しい歴史っていう風に思って、そういうところももう本当いいよいいよ歴史作ってこいよみたいな風にすごい思いました。私、普段MC の仕事もさせていただいてるんですけれども、ボーカルトレーナーだったりとか、ボイストレーナーっていう仕事もやらさせていただいておりましてですね、まあ、その観点から言ってもやっぱ J さんのボーカルっていうのは本当に素晴らしくて、そして歌唱力っていうのが本当に素晴らしいなっていう風に思っていて、本当 J さんのボーカルってマジでいよいよ新しいお手本だなっていう風にすごい思ってるんですよ。世代のお手本になるような歌唱力を持っている方がね、メインボーカルとしているグループってマジでやばくないですかっていう話です。でですよ。心優しいおそんみんさんですよ。もうね、もう覚えていらっしゃいますよねっていう風に思うんですけれども、To be World Class ね、あったじゃないですか。これサバイバルオーディションを勝ち抜いて TOO としてデビューしてですよ。ですぐ結構すぐっていうか多分相当すぐだった記憶なんだよね。ロトキン出て。で、新人だけど、私ね、なかなかね、TO って、その時爪痕残したなっていう個人的にはすごい思ってるんですよ。だけど、まあ、なかなかね、まあ、個人が、まあ、ピックされるってことすごい少なかったわけじゃないですか。まあ、そんなこともあって、気苦労ってすごいいっぱい多かったというふうに思うわけですよ。まあね、私はね、その TO のことちゃんと終えてなかったからっていうのはね、あるよ、絶対。だから、いや、そんなことないよってね、もうすごいね、頑張ってたよっていうふうに言われたら、もう本当にごめんなさいっていう感じなんだけれども、やっぱなかなかこう、まあ、ちょっとうまくいってなかったのかな、みたいな感じからのボイプラだったわけじゃないですか。で、ボイプラでね、私はね、初めてね、おそんみんさんがあんなにも優しい、心の優しい方なんだってことを知ったわけでございますよ。で、ボイプラの時も、まあ僕はもうこれで多分、ここがダメだったら、まあもう終わりだからさ、みたいなことを言ってたシーン、私結構ね、すっごい本気で、めちゃめちゃ印象に深いくらい、覚えてて、それすっごいいっぱい泣いたの。そこですごいいっぱい泣いちゃったんだけど、だからまずめっちゃ覚えてて、だからおそみんさんすごい報われてほしいなっていうふうにまあ思ってたわけでございますので、まあすごく嬉しかったなっていうふうに思います。最高でですよ、まあ、ボイプラの中でね、まあ、ちょっともう、ふいさんの推しじゃないそれみたいな風にね、思っておりました、イエダムさんです。やっぱふいさんって、まあ、スーパープロデューサーだと思うんですよね。で、やっぱそういう、どっちかっていうと制作側からのね、意見っていうか、その制作側の人が、こう、可愛がりやすいタイプの方って、いや、もちろん、あひょーみたいな方のことももちろんすごい可愛いと思うんですけど、リアルに実力がある子ってすごい好きだと思うんですよ。これは私も実際制作の立場にいてすごい感じることなんですよ。やっぱその実力のある子にそう輝いてほしいなって思うけど、まあ、世間って結構そうじゃないよねみたいな瞬間でよくあるじゃないですか。まあなんかそういうこともね、あったりすると思うんですけど、だからふいさんもなんかそういう気持ちってもしかしたらですよ、わかんないですけど、持ってらっしゃるのかなっていうふうに思った時に、ボイプラを見てて、すごいそのふいさんとイエダムくんってなんかすごいその絆があったわけじゃないですか。だからなんかすごい本当に彼は実力のある子なというか、もう実力を認めてるからこそこのトンセンにはどうにかこうもうっていう気持ちだったんだろうなっていうふうに思って私見ていたんでございますけれども、でもですよ、ラウドの視聴者の方はさ、もうずーっというふうにね、思ってたと思うから、もう早く見つかれ、早く世間に見つかれっていうふうに思ってたと思うわけなんだけど、もうね、よかったよって思ったの。だってさ、ボイプラ終了も恥ずかしいけど、ボイプラ終了後のね、時に、ユンジソンさんの、ジソンさんの LM エンターテイメントだったと思うの。で、インスタが、まあ、上がってくる、ダンスのインスタとか上がってくるけど、大丈夫そうかなみたいなのってちょっとあったって、ちょっとごめんなさい、すごい失礼かもしれんけど、ちょっとあったんですよ、私。いや、あんなにも実力があって、まあ、私言うなればワンピックだったので、っていうかね、違うの。話それるんですけど、ワンパクと私、なんかこんなこと言っていいのかな、まあ、個人的にですよ、全員にね、全員投票してたの。だからこんなに、すごいやっぱ追いかけてるっていうのも多分すごいあると思うんですけど。で、だからそのインスタに上がってくる感じとかが、ちょっと若干心配だなっていうふうに思ってたから、そのニューメンバーってなった時に、イエダムさんのがボーン出てきた時、うわーみたいな気持ちになったわけですよ。なったと思うの、皆さん。しかもなんか顔がシュッみたいな、なんかもう、シュッみたいな感じに、すごいなってて、っていう、瞬間がすごい忘れられないなっていうふうに思っています。
熱い、本当に熱い。いやでも本当めっちゃ意外だったのが、やっぱテグさんだというふうに思うんですよね。ヨンテギュンさんですよ。みたいな感じだったわけでございます。個人的に私すごいサイポーっていうグループすごい好きだったんですよね。めちゃめちゃ応援してたっていうか、曲がすごい素敵だったんですよ。でもね、あの時って、サイポーが出た時って、結構、808ブー、ブー、ドゥクドゥクブーみたいな、ブーっていうのがめっちゃ流行ってたから、ちょっとその中にそれはちょっと、いや、めっちゃいい曲だけど、多分それ流行らないんじゃないみたいな感じ、いや、いい曲だったのよ。だから、ちょっとね、売れなかったのかなっていうふうに若干思ったんですけれども、そんなサイポのメンバーだったケイタさんが、ジョンさんとめっちゃ仲良しだったから、ジョンさんがファンミーティングとかやっても、ケイタさんの話めっちゃしてたし、だから、これワンチャンケイタさんと、これ、こうなるんじゃないって思ってたら、イブンかーみたいな。でも、すごい全然いいんだけども、イブンもすっごいかっこいいと思うし、って思ってて、でもそしたら、まさかの、テグさんみたいな。そういうことどういうことみたいな。めちゃめちゃエモくないっていう風に思って。テグさんって私ツイートでもうスーパーも才能みたいなことめっちゃ書いたと思うんですけど、これなんでかって言ったら、私Mnet でやっているコードンレポっていう、高等ラッパーっていう番組すごい好きで見てたんですよ。で、そのね、テグさんって4に出演をしていたんですね。で、高等ラッパーって、そのシリーズで、1には NCT のマークさんで、あと、ドボイズのソヌさんでしょ ?2 の時に、SF9 のフィヨンさんが出てたわけですよ。で、3は誰も出てなくて、4に MCND のウィン君とユナイトのデイ君が出ていて、で、そこに、サイポーにもうすぐデビューするよね、みたいなタイミングの時にテグさんがヨンテギュンっていう名前で出てたわけなんです。で、結構、そういう、Mnet のね、庶民玉ねなり、その高等ラッパーなりなんだけど、結構アイドル枠みたいなのがあるわけですよ。アイドル枠とかアイドル練習生枠みたいなのがちょっと若干あって、で、大体、でも出るんだけど、こうなんかやっぱり、アイドルラッパーだよね、みたいな感じで、ちょっとバカにされがちなわけ。で、だから逆にね、ワンの時とかさ、やっぱマークさんがもうめちゃめちゃうめえみたいな感じになって、すっごい、やっぱマークさんってすごいな、やっぱ実力もあるんだな、みたいな。だから、アイドルラッパーだよね、みたいな、感じのことを言われたとしても、やっぱり実力があれば、やっぱり認めてくれる世界線なわけですよ。で、その中でですよ、テグさんはね、パクチェボンが、ウェイチェドが、チャンモが、ロコが、ヨンタさんが、ドカさんが、その才能をベタ褒めしたわけですよ。もう曲も作れるし、もう本当に強いだろうっていうね。皆様ご存知スーパーリーダーシップを持ってらっしゃるジョンさんでございますよ。先日、テグさんとオソンミンさんのラバーの時に、ジョンさんね、言われてたじゃないですか。一番グループの中で愛嬌あるのジョン兄さんだよね、みたいなこと。정우형이 제일 애교 그래요. 정우 형이 막 애교랑 한 번만 더 연습하자 막 이래. 애교랑 한 번만 쉬자. 愛嬌マシーンだとだってファンミの時ね、確かに愛嬌とかしてくれてた。そりゃさ、でもさ、騎士団の皆様のお望みならねっていうね。でも僕普段は愛嬌しないんですよみたいな感じをつけちゃったわけでございますよ。なのにグループで、弟たちに、でも、愛嬌があるのはジョン兄さんだよねとかって言われちゃう、そういう感じ最高か。で、しかもですよ、テグさんがね、兄さんズボン履いてくださいみたいな、冗談ですよね。多分履いてるんだろうか。でも、なんかもうズボン履いてくださいみたいな、冗談をね、テグさんは確かに17年間タイに住んでいたから、そういうね、ヒョン・トングンみたいな、文化、そのカルチャーよりも、もしかしたらそういう、なんていうの、もうちょっとフレンドリーな感じなのかもしれないけれども、それでもですよ。それでもやっぱり韓国の方ですから、兄さんに対してそういうちょっとフランクな冗談を言えるっていう、その関係性もすごい素敵だなっていうふうに思うんですけど、その兄さんってズボン履いてよみたいなことを言われた時に、なんか即座に、やだよみたいな感じでもう返せちゃう。なんかもうそういうヒョン、本当に最高。정우 형. 바지 입어요. 싫어. 아니. すごいいいチームワークだなっていう風に思ったんですよ。その横でさ、ソンミンさんもすごい楽しそうにニコニコ笑ってらっしゃったじゃないですか。なんかもうみんな本当に仲良しっぽいのが最高にいいなっていう風に思って、もうなんかすっごい本当に強い。個々の実力があるっていうのは本当に最高だと思います。そんな彼らは11月17日にデビュー前にファンコをするっていうことでパシフィコ横浜だってすごいよね。MC は残念ながら私ではなくフリアさんだったんですけれども、でもね、もうそれ本当にすごいよ。当然だと思うの。当然だと思うし、もうフリアさんだったらいっぱいテレビとかラジオとかいっぱいあるから、もう出させていただいてさ、もうどんどん露出をしていただいてさ、日本でもさ、めっちゃ有名になってさ、もう本当に天下取ろうっていう、天下取んなくていいのかなわかんない。でも天下取ろうっていうのが言い方が良くないけど、でも天下取ろうで、MC チャウンギさんですよ。もう最高じゃないですか。このもう本当にエモすぎる。
やでもさ、うんぎさん今所属がないんですよね。うんぎさんもタレントの塊だから、もうお願いだから早く誰か見つけてくださいっていう風に思いますし、まあ、とにかくね、もうこのグループはマジで強いなっていう風に思います。わんぱくすぎます。わんぱくすぎる。わんぱくと。デビューがとにかく楽しみだなっていう風に思っておりますし、私もこれからもたくさん応援していきたいなっていう風に思っております。ワンパクトゥファイティーワンパクトに続き FNC もね、私のワンピックでございますチェジホーさんがね、グループにも入ってるということでももちろん注目したいなっていう風に思っておりますし、RB のね、ヒロトさんですよ。ヒロトさんのグループだってもう出るし、もうすごいね、もういろんなね、ところからね、出ておりますので、まあ今後もね、やっぱもうボイプラのね、その派生グループから目が離せないなっていう風に思っております。もう本当に緊急すぎて、いっぱい喋っちゃった。ということで、チャンネル休館日ホットラインでございました。今後もですね、なんか緊急の場合は皆様に、緊急のお電話なのかな古いな。かけていきたいで、しかもこれ何かけていきたいと思っておりますので、また次回はチャンネル休館日の方でお会いしていきたいというふうに思います。じゃあね、バイバイナイスターさんでございました。あ、自己紹介するの忘れてた。バイバイまあ、いっか。